皆さんこんにちは。こちらはマランツモデル 1152DC です。発売は1977年。当時の値段は12万円前後だったようです。素晴らしい外観のアンプです。このフロントパネルには現代では考えられないほどの物量が投入されています。今回はこのアンプの性能を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。SN 比が低めなのが70年代のアンプに共通する特徴です。フォの入力の負荷容量が小さいですね。ケーブルで音色を調整しやすい数値です。フレッチャーマンソンカーブで補正する本格的なラウドネスコントロールが搭載されています。人間の耳は音量で周波数特性が変わります。フレッチャーマンソンカーブというのはこの特性を表したカーブです。アイドリングの消費電力は 23W しかありません。電気がかからないアンプです。海外仕様なので電源電圧が 120V です。100V で使った場合の性能を測定で明らかにしていきます。前回はこのアンプを修理する様子をご覧いただきました。今回はこのアンプを測定して性能を明らかにします。それでは測定結果を見ていきます。120V のアンプを 100V で使っていますので、歪みから見ていきます。定格は 75W ですが、60W が限界です。少し減っていますが、音量の差はごくわずかです。これなら問題ないでしょう。こちらは同じ年代のアンプを重ねた結果です。太い線が今回のアンプです。右肩下がりの領域はノイズで決まっています。この様子からすると中間くらいの性能です。周波数特性を見ていきます。どの出力もフラットです。このアンプには音色がありません。過渡応答も完璧です。4オームの負荷は定格まで出ています。低負荷の方は全く問題ありません。こちらは 1W の実際の波形です。電源のノイズリップルはフォの入力の雑音に関係します。ダイナミックレンジと直線性を見ていきます。CD のフォーマットに対し 10dB 以上の余裕があります。現代でも十分通用する性能です。ダンピングファクターを見ていきます。多少左右に差がありますが、ほぼカタログスペック通りの性能です。40という数字は十分すぎる性能です。アンプの価値を決めるボリュームの性能を見ていきます。多少オフセットしていますが、ほとんどの領域で 4% 以内に収まっています。このくらいなら問題ありません。こちらはフォノイコライザーのノイズです。グレーの線は無音溝のレベルです。イコライザーの雑音がこの線の下なら問題ありませんが、ギリギリです。この時代の標準的な性能です。このアンプにはフレッチャーマンソンカーブで補正できるラウドネスコントロールが搭載されていますので、その特性を見ていきます。
一般的なラウドネスは低域と高域を同じくらい持ち上げるので不自然な感じになりますが、このコントロールは低域を多く持ち上げる形をしています。これは使えるかもしれません。3バンドのイコライザーと併用して自分好みの音を作れるでしょう。このアンプの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は音楽ソースそのものです。YouTube の配信では CD 並みの音質です。2番はアンプの音です。今回も答えを伏せてお聞きいただきます。このテストはあらゆる誤差要因を排除して純粋にアンプの音だけを比較できます。アンプには音色がありませんでしたから、この2つは全く同じ音に聞こえます。人間の耳は測定ではわからない音を聞き分けできるのか。それではお聞きください。古いピアノにもたれて歌ったね。知ってる？まだ君のことまだ知らないのに、なぜか懐かしくて Friend 木漏れ日も一緒に Friend クスクス笑ってるよ。いかがでしたでしょう。アンプの音が分かった方はコメント欄でお聞かせください。素晴らしい外観のアンプです。このフロントパネルには現代では考えられないほどの物量が投入されています。インテリアとしても魅力的で所有する喜びを感じさせます。性能は現代でも通用するレベルです。音に関係するダンピングファクター、周波数特性、歪みのすべてが十分な性能です。消費電力も少ないので長時間の通電も気になりません。これはヴィンテージアンプの持つ魅力を存分に楽しめる素晴らしい一台です。ご視聴ありがとうございました。